どうも、アイネシです。今日はレベルフィッシュの倒し方、ブルーレンジャー編ということでやっていきたいと思います。はい、今だとね、同行者の、能力制限が解除されたということで、かなり簡単にレベルフィッシュを倒すことができるようになったんじゃないかなと思うんですけれども、このやっぱり20番台ですかね。そう、20、21、22、23というところになってくると、結構倒せないよって人がいるんじゃないかと思います。それはどうしてかっていうと、単純にそのフレンドの能力値不足ですね。いやもうほんと最高値の能力を持ってるフレンドでもレベルフィッシュのねやっぱ22、23あたりのレベルフィッシュは倒せないんじゃないかなと思います。というか自分のねキリリアを使ってやったら倒せませんでした。っていうところでじゃあどうやって攻略すればいいのかっていうのがこちらのブルーレンジャーパーティーということになります。これがね手前4体のところに手前4つの枠にブルーレンジャーを4体配置して残り1枠空いてるところにフレンドを入れていくと。さてどうして虹ブルーなのかっていう話なんですけど、このアクセラレートっていうマビリティがすごく重要。パーティーの人型キャラの SPD プラス 4% っていう能力を虹ブルーは持っているんですよ。つまり4体分でプラス 16% ですよね。はい。でその 16% があるとスピード64でレベルフィッシュのスピードを超えることができるんですよ。すごいでしょ。そう64だったらなんとかねスピード靴とかイノセントを使って調整すれば達成できるスピードなんじゃないかなと思います。話だけだとね本当かよっていうところがあると思うので実際にちょっとやっていきましょうか。はい、ザクザクゲート23でここでねできればねやっぱりねマオゼノくんが一番いいんですよね。なんでかって言ったらマオゼノくんのね技が最高なんですよ。ちょっと探していきましょうか。はい、いました。このね、マオゼノ君を使わせていただこうと思います。アタックはね、4300と、で、あとね、スピードが64と最高ですね。そう、これ以上になっちゃうとね、やっぱ虹ブルーよりも速くなっちゃうので、そうなると、虹ブルーの持ってる友情の力だをフレンドにかけることが、バフをね、かけることができなくなってしまうので、できれば64のマオゼノ君とかキリリアとかね、そういうアタッカーを用意してもらえると、見つけてもらえるといいかなと思います。はい、そうしたらやっていきましょうか。いきますよ。はい、ほらね、一番左、同じスピードだと一番左のキャラクターからねどんどん順番が回ってくるので、ここでしっかりと友情の力をかけていきましょう。僕のねこの虹ブルー技をちゃんと上げていないのでまだね最高値の 40% ではないんですけど、それでもしっかりとマオゼノ君にかけたらステータス156% ということで、これだけあればだって計算して4300万に、1.5 倍ですよ。ということは約1万くらいあるよね1万アタックですの状態で低 SP 全体攻撃、しかも炎属性です。そう炎属性、レベルフィッシュは炎にめっぽう弱いマイナス 99% なのでダメージ倍化です。ただね1万もあればぶっちゃけキリリアとか他のね TSP の技でも十分に倒せます。はい、ドンといくと、はい、5億ということで倒せると。で今ね本当は3連射できた方がいいんですよ、フレンドの力だけで。でもこのマオゼロくんねちょっとできないです。技レベルがね育ちきっていないのでできないっていうところなので、そういう時はこうやってブルー君をね通常攻撃してあげることでどんどん連携攻撃が発動する可能性があるんですよね。そうすると連携攻撃発動すると SP が補充されるんですよ、追加で。なのでそれを狙ってやっていく。もしそのバトル中にうまく連携が発動しなくてできなかった場合はちょっとギブアップでもう一回その同じマオゼノ君を使ってリトライという風にしていけばいずれは攻略できるだろうと。今回はね一発でうまくいって SP うまく10確保できました。なのであとはこうやって適当に通常攻撃、もうバフはねかける必要がないんですよ。1回かけちゃえば3ウェーブ3ターン分ねバフは継続するので、詰まるところもうこのままクリアできるということになります。はいね、いい感じに通常攻撃して最後マオゼノ組んで8ほらねという感じです。
素晴らしいでしょこれほんとバフがないとね、マオゼノくんでも倒せなかったりするので、ほんとバフは大事でございます。で、このね虹ブルーを使うということは分かったと思うんですけども、じゃあこの虹ブルーはどこで手に入るんだいということで、それをね教えていきたいと思います。メインストーリー、はい、第1部のイージーのさらに一番もう手前に戻って第1話ですねの最終ステージに虹ブルーくんはドロップします。これですね。これが最後の力ずくといったところがね、虹ブルーくんがドロップするクエストステージになるので、ちょっと集めていきましょうか。ちょっと一回やってみますよ。ドロップをアップしてくれるパーティーで行って、どうかな。落ちなかった。ちょっと待って、もう一回いきます。落ちましたね。はい。といったところで、虹ブルー君がうまく落ちましたと。もしね、うまく落ちないようだったらもうね、ドロップアップを可決しちゃったらもういっぱい落ちるので、で、8体いれば、はい。アクセラレート、ね、人型の SPD プラス 4% っていうのが、手に入れることができるので、魔改造してね。ので、十分です。10凸する必要はないです、僕みたいにね。1凸できていれば十分です。で、ここで終わりじゃなくて、じゃあ虹ブルーくんの SPD64 を達成するにはどうすればいいのかっていうところをちょっと最後に紹介したいと思います。普通にね、靴をつけただけじゃ64にはねなってくれないんですよ。なのでそこもちょっと説明してちょっと終わりにしたいと思います。現在ね、拳でクツクツクツっていう装備をつけているんですけども、この拳のところ銃でもいいです。なんでかって言ったら、拳と銃はその武器自体にね SPD プラス2っていう補正がかかっているので、これで SPD2 をまず確保します。で、エアロスニーカー以上ですね、つまり SPD が4持ってる靴を3つつけます。で、今これ SPD5 ってなってるじゃないですか。これが重要で、はい、このねポップが3つか2つある靴を用意してもらって、そこにコモンのイノセントでいいです。コモンのイノセントを入れて合計で1以上になるようにしてください。そうしたらスピードがね1プラスされるので、それぞれの靴にそういう風にイノセントを詰めると5ずつスピードが確保されて、全部足したら17ですよね。17のスピードを確保できるので、それでやっと64になります。ちょっとねここのところがねめんどくさいかなっていうところはあるんですけども、やっちゃえばねいろんなところで使えるので本当に有用です。虹ブルーくんはちょっとスピード足りないなって時にね入れたりとかできるので本当におすすめ。ただ今これコモン3つで入れてるんですけど、 0.4、0.3、0.3 で合計で1とかいう風に入れてるんですけど、そうじゃなくてこんな風にレアを入れてもいいです。レアの 0.7 とか 0.6 とかに合わせてコモンの 0.4 とか入れてあげると、ポップ2でもね1を達成することができるので、そういうのでも全然 OK です。そんな感じかな。ただね、こんな風にマオゼノくん、自分がねマオゼノくんを持っていて、ある程度ねアタック、4000万とかあるのであれば、自分でね64のスピードを作ってやってくれても全然 OK です。それでも攻略できるので、全然そういうのでも OK だと思います。このねアカウントは僕のトリナッシュっていうサブのアカウントになるんですけども、このアカウントをね育成していた頃はまだねそのフレンドの制限解除っていうのがなくて補正かかっちゃってたんで、自分のねキャラクターを使ってなんとか攻略したっていう経緯があるんですけれども、そうつまり理論じゃなくて実践した上での結果なので本当におすすめです。皆さんもぜひこの虹ブルーレンジャーパーティーやってみてください。はい、今回の動画は以上になります。もしねこれでもわかんないよってことがあったらコメント欄に残しておいてください。それではまた次の配信動画でお会いしましょう。それではまた。